それではですね、今日はスケッチブックはこのランプライトというのを使ってみたいと思います。サイズは F4 ですね。 300g ミューズ。スマホで撮ってきた写真を元に描いています。前回写真はアップしないということを言いましたけれども、今回は気楽に撮ったスマホの写真ですので参考になればと思いまして小さくアップします。はい、筆はいつものように書道のコリンスキーの毛の書道の柔らかい筆です。空から塗っていきます。絵の具は何でもいいんですけど、やはりブルーっぽいやつ。あんまり今回は重ね塗りしないようにして、雲のところを残してですね、一番外側もちょっとこう塗らないで、あんまり重ね塗りしない代わりに濡れてる時にも一発で決めちゃいたいですね。ちょっとセルリアンブルー混ぜますね。セルリアンブルー混ぜて、あんま一色、絵の具の一色だけだともう全然色が良くないので、生っぽい色になっちゃいますのでね。雲ってもう少し、雲きれいに本当は描きたいですね。それからちょっと赤っぽい色入れましょうかね。入れましょうね。あ、そうだ。絵の具ですけど、ウィンザー&ニュートンですね。こういったの大体メインの絵の具ですが使っています。でパーマネントローズとかですね、赤っぽい色を少しだけいつものように混ぜます。そしてどうしようかな。ウルトラマリンに、ウィンザーイエローを混ぜて、ちょっと緑ですね作って、遠いところから持っていきましょう。もうちょっとイエロー入れましょうか。イエロー、よいしょ。空とね、空にうまくにじんでくれるといいですね。いいんですけど、この建物の屋根のところはちょっと丁寧に、それから左側の方がちょっと木が向こうの木が少し青っぽいので、ちょっと青、ウルトラマリンを入れます。そうしてここももうちょっと下書きちゃんとした方がよかったかな。ちょっといい加減な下書きだったので、この辺のちょっとサップグリーン入れましょうね。で下の方はウルトラマリンで影、今ね立って描いています。ちょっと絵から離して描いています。絵を遠くから見ながら描きたいので立ちながら描いていますので、はい、手前の地面のところですね、ウィンザーオレンジとこれはローシェンナですね。ローシェンナを合わせて描きますね。これ地面ですね。土のところですね。
まず今日はスケッチみたいに気楽に描くというパターンでやりたいと思います。いつもね、最近は重ね塗りが多かったので、だから時間もかけないようにしていきたいと思いますが、どうなるでしょうか。うまくいけばいいんですけど。はい、一番手前というどうしようかな。松の木描きますね。ウルトラマリンにやはり緑作るためにウィンザーイエローを混ぜて松の葉っぱ、手前の一番手前の松の葉っぱです。まだ最初に塗った水が湿っているので、ちょうどうまく空とにじんでくれるようになっておりますが、もうちょっと濃くしましょうか。瓦屋根、それからこの辺の通路、それから手前の瓦屋根塗っちゃいます。よいしょ。そしてここにも少し木がありますので、緑で黄色を混ぜて、そして一番絵の具がちょっと出過ぎた。一番手前影、これ影です実は。そしてここも影、とシェンナーを混ぜて少し濃い黒っぽい色にしますね。ここもよいしょ。よいしょ。瓦なんですね。瓦があってウルトラマリンにバーンとシェンナーを混ぜて黒っぽい感じにしましょう。そしてこの黒い色でこの瓦の下描いておきましょう。難しい、細かいから。細かい。こっち
は影ですね。ちょっとバウンドシェアの多めに焦げ茶色っぽい感じ。もうちょっと濃くしたいな。ローシェンナを混ぜてもう少し茶色っぽくしたいな。どうしようかな。バウンドシェンナだけにしましょうか。バウンドシェンナだけにしてウィンザーオレンジを少し混ぜます。ウィンザーオレンジ。すごいアバウトだな。ちょっとここから早送りにしましたけれども、同じような感じで、いろいろなところを気がついたところを描いています。向こう側の遠方の木ですね。一回塗りだとやっぱりちょっと薄くなって乾くとね薄くなってしまったので、もう一回、塗ってますね。少しスプレーで水も足しています。スプレーで水を足して濡らして、そして2回目塗りをしていますね。あんまりね、こう几帳面な絵というよりもこう伸び伸びしたスケッチ的な絵にしたいと思っていますので、あんまり細かいところにこだわらないで大きな筆のままですね、色をどんどん置いていくという感じで描いています。ここから、人物を描いていきたいと思います。資料写真をあんまり参考にしないで、とにかくちょっと暗い色で塗ってみて、全体とのバランスを考えながら色を、雰囲気で塗っていきたいと思います。まずあれですよね、ウルトラマリンをメインとしたウルトラマリンとバーントシェーナーですね。黒いっぽい色を作って、まずは塗ってみて、そして色を濡れたままですね、色をこう刺してにじませるという感じですね。グラデーションにして自然な感じにすると。ちょっと足の向きとかですね、少しだけ意識してますけど、そんなにリアルには描いていません。なんとなくですね。あんまりリアルに描いても意味がないのでね。ちょっと手前の色を変えたいので、赤っぽい色を入れてみました。実際の色とは全く違いますし、形というか姿勢も全く違いますね。人物の白は一応見たんですけど、3枚ぐらいの写真をですね見て、描きましたけど、実際にはあんまり参考にならなかったという感じですね。そしていよいよ建物をもう少し細かく描き進んでいこうという形です。この段階でですね、デッサンをするつもりといいますか、形をちょっともう少しリアルにしていくという感じですが、主に影のところの黒いところの形を見てですね、それを影を塗りながら形を整えるという感じですかね。で向こう側の木とかもありますので、この辺はだいたいアバウトで構わないんですけれども、河原はですね、部分的に描くぐらいでいいと思います。
左側の建物、それから手前の門の瓦、細い筆でポイントだけ、描いて、瓦であるとかですね、柱であるとか分かるようにしています。右側にある影は松の木なので、松の木のちょっと先の方だけ線で描いて雰囲気を出しています。遠いところにある木、またちょっと薄くなった感じがするので、もう一度ですね、細い筆で、点々という形で木を描いています。それから最後の最後に画紙を少しだけちょっと灯籠がですね、分かりにくくなったので、灯籠のところに少し入れて分かるようにしました。それから右側の旗のところの白い文字とか、右側の灯籠ですね、細い筆で使って白を刺しました。今回はですね、スマホで気楽に撮った写真を元にして初詣の様子を楽しみながら短時間で描いてみました。それでは皆さん、水彩画で幸せになってください。